皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。前回は DAX のエンジンを乗せ替えしまして2度目のエンジン始動チャレンジをやってみました。なんとかね、無事にエンジンかかったので良かったなと思います。そして今回は DAX のレストア仕上げの方をやっていきたいと思います。前々回取り付けられませんでしたレギュレーターを取り付けて、アンダーカウル、あとリアのねキャリアと外装系ですね、こちらの方も仕上げていきたいと思います。それで最後はですね、DAX の方を実際に試乗してみてレストア完了させていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではね、今回もね DAX の作業続きやっていきたいと思います。これでね、今回今ここにある手元の部品がつけばほぼほぼ完成になれますね。じゃあ今日何つけるかちょっと見ていきましょう。今日はね、これを取り付けていきたいと思います。ほぼほぼ仕上げですね。でまず一つ、これがエンジンのアンダーガード、これをねつけていきます。であとこっちがリアキャリア、で外装パーツはこれでほぼおしまいかな。であと電装品で、バッテリー新しいものと、あとレギュレーターね、前々回つけられなかったやつで、最後にあとドライブチェーン、こいつもねつけて終わりっていう感じになります。いよいよ動きますね。いよいよです。じゃあ作業やっていきましょう。最初にまずね、ドライブチェーン、こいつを取り付けていきたいと思います。よし、カバー今外したんだけど結構汚いですよこれ。全然洗いたかったねこれ。ちょっと片掃除すっか。そうしましょう。してます。あ、だいぶ綺麗になりましたね。なりました。さっきドロドロだったからね。結構乗ってます、調子に。いいですね。チェーンつけます。はい、それではね、次はね、このレギュレーター、こいつをね、取り付けていきたいと思います。それではね、取り付ける前にですね、現状ですね、どれだけ今電圧が上がるのかをね、エンジンかけてちょっと回しながら見ていこうと思うんですけども、大体ですね、8V 後半ぐらいまで上がりますね。で、実装だと 9V を超えてくるかなと思いますね。それ考えると、やっぱりレギュレーターつけてバッテリーの方を保護してあげないと、ちょっとやっぱり傷みが早くなりそうな感じですね。この中がね、あんまりいいところがなくてですね、ネットで見たらここのヒンジのね、この付け根のボルトのとこにレギュレーターこうやって取り付けてるブログがあって、結構皆さんこういう風にやってるみたいな感じなので、今回はねここでいきたいと思います。ではね、純正のレクシファイヤーね、外していきますね。でね、これシリコンレクシファイヤーだったかな、確か名前そんなんだったと思うんですけど、本当にね、このオレンジ色のね、板と板の間に変なシリコンチューブみたいなのが入ってね、それだけでね、交流から直流に変わってるんだなと思うと面白いですね。ちょっと僕電気苦手なんで、わからないことの方が多いんですけども、もうちょっとね、勉強してみたいなと思いました。こういうね、電装系のね、部品をね、取り付けるのね、僕結構好きなんですよね。で、取り付け自体はね、そんなに難しいものはね、ないかなっていうふうに思うんですけども、そのね、後の配線処理がね、やっぱりちょっと時間かかりますね。それではね、とりあえずレギュレーターレクシファイヤーの取り付けが終わりました。で、これでね、機能するかと思います。で、一応テストでですね、古いこのバッテリーをもう一度取り付けて、エンジンかけて回転数見ます。さっき多分ね、9V 近くまで上がったと思うんですけども、大体そうですね、7V とか、7V の前半、中盤ぐらいで安定すれば、とりあえずこのレクシファイヤーがちゃんと作動してるんじゃないかなと思いますので、この古いバッテリーを使ってね、とりあえずエンジンかけて、テストの方をですね、していきたいと思います。じゃあちょっと回転の方を上げていきます。全然数値がね触れなくなりましたね。オッケー、これで大丈夫そうだね。ちゃんと機能してるね。
はい、それではね、レギュレーターの方取り付け終わりました。今バッテリーも交換して、で今回取り付けの方はですね、ちょっとここのヒンジ部分ですね、シート止めるね、このフックの部分の付け根のね、ボルトのところにスペーサーをね、ちょっとかまして、こんな感じで取り付けました。若干ね、これちょっと斜めってますけども、配線のね、関係性上、ちょっとまっすぐするとね、ちょっとダメージというか、無理させちゃうんで、こんな感じで取り付けた次第です。これだったら問題なく作動して、バッテリーもね長持ちして、テールランプ、あとヘッドライトね切りづらくなるかと思いますのでね、良かったかなと思います。じゃあ次はねアンダーガードとか取り付けていきたいと思います。センタースタンドのボルトに友締めするような感じになるんで、ここね、これね、これ面白いね、これ。アンダーガードを仮止めしてるんですけど、アンダーガードがちょっと当たっちゃってつかないので、外してちょっと様子見てみようと思います。はい、それではね今アンダーガードの方取り付け終わったんですけども、どうですかね、スタイル的にマフラーガードだけの方が良かったかな、それともアンダーガードの方がいい？いやちょっとなんかこれ微妙ですねどうなんだろう、やっぱこの古いオールドスタイルだったらやっぱりこういう感じなのかな。ちょっとなんか個人的にはちょっとこれよりメッキガードついてた方がかっこよかったような気もするんだけど、皆さんどう思います？このアンダーガード仕様の方がいいですかね、それともこれなしのメッキカバー仕様の方がいいですかね。ちょっとご意見いただけたら嬉しいです。コメントください、お願いします。それではね今アンダーガードつけたんで、最後ねこのリアメッキキャリア、こいつをねつけて外装とりあえず終わりにしていきたいと思います。はい、今ねキャリアの方ですね仮止めしてるんですけども、なんかこれつけるだけで一気になんかノスタルジック感出ますね。これ昭和の原付みたいな感じが出ててね、なんかいいな、味が出て僕好きですね。はい、それではね今ですねリアのキャリアも取り付け終わりました。今回はねちょっと外装系をメインにねやってきたんですけども、レギュレーターも取り付けたということでね、もう実際に走行ができるところまで持っていけたと思います。試乗の方してみたいと思います。試乗前にちょっとシフトペダルとか操作確認したいっすね。そうですね。なんでかってさ、俺乗ったことないんだよね、この株系のエンジンの。よくわかんない。クラッチないんだもん。ちょっと見ようよ。はい。操作確認なんだけど、かかと一足に入って、で次前倒すと一回ニュートラになると、でそのニュートラを飛び越えて次これで2足、あ、もう一回前に行くんですね。そうで3足次、おしまい。おしまいで、あとギア戻すときはかかとで踏んでれば多分ニュートラになるからっていう、多分そんな感じよね。やってみようです。う。いいね。じゃあちょっと走ってみます。いってらっしゃい。今回ね初めて自動遠心クラッチのバイクを運転したんですけども、最初ですね変速が全然慣れなくて結構ね難しく感じましたね。なんでねこうやってちょっとトロトロ走ってるんですけども、これじゃねちょっとカッコつかんのでね、改めて試乗動画撮りましたのでそちらご覧ください。はい、それではね、ここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。全8回にわたってダックスのレストアやってきたんですけども、今回でダックスのレストア動画、終了となります。
でね、1971年式の、今から約50年前のねバイクをね触る機会なんてなかなかないと思いますので、いい経験ができたかなと思ってます。で今回なんですけども、レストアにかかった費用はこちらですね。はい、エンジンがね少し金額を押し上げたような感じですけども、その他、部品に関してはですね、消耗部品だったりとか、ちょっとレギュレーター取り付けたりと、大掛かりなものはねなかったかなと思います。で今回ダックスレストアしての印象なんですけども、結構形式がいっぱいあるみたいで、部品を探すのに苦労しました。なんですけども、今回動画を通してですね、視聴者さんにですね、この部品合うよとか、これはこうじゃないのとか、この部品はここからついてるよとか、なんか結構アドバイスいただいたおかげでね、作業の方もね、すんなり進んだと思います。僕一人だったらね、多分もうずっとネットにかじりついていろいろと調べた結果、買ってみたけど合わなかったみたいなのも結構あったと思うのでね、本当にね、今回そういうところではね、救われました。このダックスのレストア動画にお付き合いいただきました、ダックス乗りの先輩の方々、本当にアドバイスありがとうございました。もしこの動画が良ければいいね、あとコメントの方ですね、いただければ嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。